こんにちは、アンナスです。今日はレモンの刺繍をしようと思います。それでは手元の方にどうぞ。では、レモンの絵を描いていきます。まず、楕円形の丸、だいたい 1.5 センチぐらいのサイズの丸。これがレモンですね。で、レモンだからちょっとここにこう、ポコッと出てるところがあって、で、茎がニュッと右側にちょっとカーブを描いたものをつけて、で、ここの付け根から葉っぱを、せっかくだからレモンの向こう側になるようにして、で、ちょっとずらして、こっちにも。で、ちょっと葉っぱ多め。刺しながら結局減らすかもしれないですけど。で、これで終わらせてもいいし、ちょっと寂しいなと思ったらここにもう一個レモン足してもいいですけど、今日はこれでこの辺ぐらいで切っとこうかな。ちょっと茎が長すぎたので、これぐらいにしておいて、じゃあこれで刺繍をしていきます。はい。では図案を写していきます。チャコペーパーはめくると中にインクがついているので、インクの方を下にして、上に図案を乗せて、で、力を入れてなぞります。はい。では、写ったので、枠をはめます。小さい方を下にして、上に図案を乗せて、挟んで、で、ネジをしっかり締めて、太鼓みたいにピンと張った状態で刺繍していきます。はい。では、レモンの刺繍をします。今日は2本取りで刺繍します。まず、レモンからですね。サテンステッチで刺繍するんですけど、まず、絵の中に2つ並縫いを入れて、ギリギリで留めます。で、1つ前の穴に刺して、これで絡まってるので、出てるところをハサミで切ります。で、これは縦っていうか、レモンに対して縦に刺していきます。こっち向きだとちょっと長いかなと思うので、これはうちにあるレモンとオリーブっていう刺繍キットがあるんですけど、それも同じような感じです。まず基準を1本入れて、半分ずつ埋めていくんですけど、刺繍糸って絶対まっすぐにしかならないので、端から塗り絵みたいにしようとすると難しいので、基準を入れて半分ずつ埋めます。で、基本的には隣に刺して埋めていくんですけど、隙間が空いてたら戻って足してもいいです。別に必ず隣っていう決まりはないので、このポコッと出てるところも、そこまで強調するとちょっと変なので、自然な感じで少し作るぐらいでいいです。で、終わったらまた戻って残り半分を埋めていきます。はい、では、レモンができたので、裏に絡めます。糸を終わらせるときは、裏の糸を2回ほどすくうと、これで絡まってるので、もうこれで切っても大丈夫です。で、次は、葉っぱを刺繍していきます。この上の葉っぱを刺繍しようと思うんですけど、刺繍したいところの近くの裏に2回絡めます。最初は並縫いしたんですけど、2回目以降はもう裏に絡めるだけでいいです。で、葉っぱもサテンステッチなんですけど、ちょっと刺し方のコツがあって、まず頂点を作ります。で、両端は葉脈のような向きでサテンステッチをしていきたいので、
かなり斜めに2本ステッチを入れておきます。この鳥の足跡みたいなガイド線を最初に作っておくと頂点が綺麗に刺せるので、これで間を埋めていきます。で、右でも左でもどっちでもいいんですけど、半分ずつ埋めていきます。で、隣にこうやって刺していくんですけど、斜めを保つためには、まず外側は普通に刺すんですけど、内側は針1個分ぐらい開けておくと斜めが保ちやすいです。で、半分終わったらもう半分も刺していきます。はい。では、半分できたので、もう半分も埋めていきます。はい。では、葉っぱはこっちちょっと色変えてみました。やることは同じですね。で、茎のところはアウトラインステッチにしたいので、まず1目を作ります。で、ちょっと先に出して、曲げたい方向に糸をちょっとキュッと押して、糸の下に刺すようにします。その繰り返しです。もうそんなにやるスペースがないんであっという間に終わるんですけど、で最後は同じ穴から出して曲げるだけのステッチ半分だけつけておくともうこれで出来上がりです。で裏に絡めてでこれでハサミで切ってでいかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。